はい、そうしましたら、これからですね、立ち止まって考えるというですね、京都大学のプログラム、第3弾ということになるんでしょうか。この夏、2021年夏のプログラムの一つとしてですね、観光マーケティングをテーマとして、お話をさせていただきます。京都大学経営管理大学院の若林康永と申します。ここにもありますように、アフターコロナの観光ということについて、京都観光を中心に考えていきたいと考えております。第1回は8月29日、第2回は9月12日、第3回は9月19日ということでですね、進める予定でございますので、皆様、もしですね、お時間許すのであればですね、ご参加いただけたらと思います。このプログラムは YouTube ライブで配信がされてですね、YouTube のチャット欄の方にですね、書き込んでいただければ、その内容を後半20分ぐらい質疑応答の時間にとっていますので、そこで皆さんのチャットの中での発言をピックアップさせていただいて、それにコメント、リプライするという形でですね、意見交換を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日は初回、8月29日第1回でございます。まず私の自己紹介ですが、私自身は専門はマーケティング、流通商業を中心にですね、研究教育をずっとやっておりますけれども、近年は企業とかサービスとか観光とか、そして批判的思考、クリティカルシンキングですね、それらについての研究教育にも取り込んでおります。で今回このテーマを取り上げましたのも、この間京都市の、観光のですね、さまざまなプランニングやマネジメント等にですね、関わってきました。特に、昨年ですね、京都市は京都市観光振興計画2025というのを今年の3月にですね、まとめております。この時期といいますか、新しい京都市観光振興計画をですね、まとめるにあたって、京都市観光振興審議会の、会長を務めてですね、観光に関わる多くの皆様のですね、ご意見を伺いながら取りまとめてきたという経緯がございますので、その経験、また自分のですね、研究等をですね、反映させた形で、今回のプログラムを取り組んでみたいと思っています。ということで、京都大学経営管理大学院ですが、それは一種のビジネススクールなんですけれども、ですので、多くの社会人学生がですね、学んできておりますけれども、そこでは数年前にですね、観光 MBA、観光経営学をですね、観光経営を学ぶですね、コースを設置をしています。これは日本経済新聞社に、平成29年に取材されて、載せていただいた内容ですけども、やっぱり観光産業が持続的に成長するためには明確なマーケティング戦略が必要であり、そのためにはですね、観光経営人材の育成と、やっぱり観光を担う人たちが展望を持って、そして高いですね、マネジメントのですね、知識やスキルを持ってですね、観光産業を推進していくことが必要であるというようなことをお話しさせていただいております。直近ではですね、この7月の末に、やっぱり日本経済新聞社にですね、取材された内容が、これからの観光ということは DX が重要ですよと、イノベーションが重要ですよというようなことをですね、お話しさせていただいた内容が日本経済新聞に掲載をされております。ということで、今回のこのオンライン講義ですけれども、まずコロナの問題、
今日それをテーマにしますけれども、さらにオーバーツーリズムとか観光郊外とか、私自身は観光郊外というふうに言うのは、ちょっと言い過ぎではないかというふうな見方を持ってないわけではありませんが、急速なインバウンド観光客の急拡大によって、さまざまなですね、京都市民の生活にですね、トラブル、ダメージを与えるようなことが起こってですね、京都をはじめ、日本国内の各地でですね、問題になりました。そういうことでですね、このオーバーツーリズムの問題を克服していかなければ、あるいはそれを予防していけなければですね、未来の観光がですね、より良きものとして、社会と調和を持ってですね、発展するってことができないだろうと、いうようなことね。それらを踏まえて、アフターコロナ、コロナの問題を乗り越えるだけじゃだからダメです。積極的に創造的に未来のこれからの観光というものをですね、考えていく必要がございます。京都観光を中心にそういったことを考えるということで、本日はコロナの拡大の影響というのを広く統計データをご紹介しながら、丁寧に見ていき、最後はいくつかの対応、対策の取り組みのポイントをご紹介したいと思います。次回、第2回の9月12日は、コロナ前にですね、どんな観光政策が展開されてきたのか、そしてインバウンド観光客の急拡大や、ホテルのですね、等の多くの進出ですね、展開などによって生まれたこのオーバーツーリズム問題、ね、などなどについて考えていきたいと思います。そして第3回目の9月19日には、これからの持続可能なですね、持続可能な観光のあり方ということをですね、考えると、こんな流れで進めていく予定にしております。ということで、今日ですけども、今日はもう、よくご存知の方にとってみればですね、公表されている統計データをですね、たくさん拾いながら特徴を見ていく。ね、明らかにされている観光白書や中小企業白書などをですね、ご紹介しながら特徴を見ていくということが中心でございます。その上でですね、これ、どんな対応が行われているのか、また京都市観光協会が取りまとめたアフターコロナのですね、ロードマップ、コロナからどんなふうにですね、進めていくのかというシナリオについてですね、ご紹介するということで、これから話を進めてまいりたいと思います。その際のですね、基本的フレームワークですが、この3回を通じて、持続可能な観光というテーマについて掘り下げていきたいと思っております。で、基本的には第3回目のところで詳細議論していきたいと思うんですけども、持続可能な観光というのは、私は内部的な、ね、持続可能な観光とですね、そして外的なですね、持続可能な観光というふうに二重の意味で持続可能な京都観光という議論は進める必要があると思っています。ここに書かれているこの図は内的な持続可能な観光の図です。どういう意味かと言いますと、これは観光が持続可能であるためにはどうしたらいいのか。観光の持続可能性を高めるためのモデルなんですね。そのためには観光客が満足をする。観光客が満足するような事業者の取り組みがしっかりなされる。ね、で観光客が満足されればもちろん事業者は経営が成り立つというふうになるでしょう。また観光客が地域に対してですね満足をする。そして地域の人々があるいは観光地がしっかりとですね、観光客を受け入れてですね、やっていくということについて誇りを持ったり満足をする。そして観光事業者がですね、
地域に対してその観光地の魅力をですね、高めるように取り組むこと、そしてそういった取り組みをですね、市民がしっかりですね、評価したり、市民のですね、就業機会の拡大等々ですね、プラスになるみたいなですね、そういう観光客と観光事業者、これは観光従事者っていう働き手ものレベルでも大事だと思いますけども、そして観光地、地域、市民、この3つのですね、3者の間でバランスの取れた、調和したですね、関係というものが作られていくことが、持続可能な観光ということを進める上でとても重要なんだろうということなんですね。このモデルに基づいて、この3回の、講義はですね、オンライン講義については検討していきたいと思ってますし、さらに先ほど言った外的な持続可能な観光というテーマもあります。これはですね、さらに広げてですね、観光が京都市、あるいは社会のですね、あるいは環境の持続可能性といったものにどう貢献するのか。先ほどは観光が持続可能であることをテーマにしましたが、これはね、社会や環境がですね、持続可能であるために、観光はどう貢献するのか。やっぱりこれから観光だけではありませんけどもね、観光分野も社会に対する責任、環境の負荷に対するですね、環境の持続可能性に対しての責任というものがですね、問われるようになってきているというふうに思います。そういう意味で、環境がですね、社会的に、あるいは環境に対してですね、どのような役割を果たすのかということが問われているというのが、もう一つの持続可能な観光というテーマになります。さて、本題に入りましょう。ここからはですね、統計データを、ちょっとハイスピードでご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、まさかというふうに思ってた、ね、私もそうです。ね、第3波が、第1波と第2波が小さかったもんですから、それでも本当に初めての体験みたいなもんですから、私たち日本国民、あるいは世界の人々にとって、もう右往左往するような状況になっていたわけですけれども、年末の第3波、ね、これでもうびっくりして、でもこれがピークでもうあとは小さくと思って第4波が小さかったんですが、今まさに進行している第5波はとんでもないことになっているっていうですね。ちょっと順番に見ていきます。まずこれは世界のデータです。この世界の感染者数はちょっと日本とは違っていてですね、第1波がずっと続いて、大きくなっていく。で、一旦は下がって、また上がって、で、また今、デルタ株ということでですね、上がっているということで、どう第1波、第2波、第3波、第4波、第5波というふうに数えるのかというのはちょっとありますけども、やはり世界でも第5波というものが生まれているようにも見えるわけですけれども、世界的には第3波と第4波が非常に大きかったことがこのことからわかるだろうと思います。続いて、日本国内の推移ですが、まさにこの上の段の新規感染者、第1波、第2波、第3波、第4波、第5波っていうのが分かって、第5波がいかにとんでもないのかということが、この図からも分かるだろうと思います。第3波でも第1波、第2波よりもですね、急拡大しましたので、病床、医療がですね、逼迫するっていうことが指摘されていて、急速なですね、病床の確保等に動いたわけですけれども、第5波はもうそれもですね、上回る状況でのですね、新規の感染者、そして、重症者、そして、残念ながら死者というのがですね、拡大をしているということが分かります。今度はこれは京都のデータです。京都もですね、これ見ていただいたら分かりますように、やはり第5波はですね、1波、2波なんてこうやって見ると可愛かったんですね。とても小さな状況でした。それに対してですね、
京都もですね、1日600人というですね、感染者数、新規感染者数の拡大ということがですね、起こっているということがわかります。しかもですね、注意をしなきゃいけないのは、実はこれ PCR 検査で陽性だと判明した数ですよね。本当の意味でのこの市中の世の中のですね、感染者数が測定できているわけではありません。ですので、どれぐらいですね、ちゃんと感染で測定で見つけれるのかというようなことがテーマになるとですね、そこは陽性率といってですね、PCR 検査を受けた人の中で何パーセントぐらいの人が陽性と出るだろうか。で、国の政府の基準だと、それが 10% を超えるようだと、ステージ3、ステージ4ということで、これはやばい状況だという判断ですよと、10% だと言ってるんですけど、直近の数字ですと、東京が 19.4 アウトですね。京都府に至っては 25.4、ね。ですからですね、この600人とか500人とか京都府行ってますけれども、まだまだ全然見つけれてない。もっとたくさんの感染者がですね、実は発生をしていると、いうふうに見ないといけないという意味では、この数字以上のですね、広がりを示しているという見方が重要なんだろうと思います。で、これはGoogle が AI で予測しているもので、この予測の考え方等の弱点もあってですね、この予測通りに本当に推移するのかというといろいろではあるんですけれども、過去の報告者に基づいて未来の予測をしてます。で、これを見ますと、残念ながらですね、9月12日までが緊急事態宣言だというふうに全国的にですね、全国20何都道府県でしたかね、出されておりますけれども、その間、全国的に見れば、新規の感染者はピークを迎えて減るなどということはなくてですね、やはり増え続けるというようなですね、ことが予測をされているという状況になっているということで、この第5波の先がですね、どのようになるのか、まだまだなかなか見通せないという状況になっています。で、この結果、観光客はどうなったか、企業や雇用はどうなったのか、そして京都観光は特にどうなのかっていう形で、これからさらに見ていきたいと思います。で、まずですね、インバウンド観光客と日本人の国内旅行とマイスについてもちょっとですね、まず見たいと思います。これはいわゆるビジネス産業の研究で言えば需要ですよね。需要の動向がどうだったのか。これを見ていただいても分かるように、これは、観光庁のですね、観光白書のデータでございますけれども、世界の観光客というのがですね、UNWTO の資料に基づきますとですね、14.7 億人の国際観光客、もうこれどんどん増えているんですね。だからどんどん、これは本当に成長産業だと観光は捉えることができるような状況がですね、推移しているわけですけれども、2020年は 3.9 億人ということでですね、4分の1ぐらいですね、の減少ということで、大幅に本当に蒸発するような状況になっています。日本のデータで見ましょう。日本政府観光局の資料に基づくと、3188万人というのが2019年の訪日外国人の旅行者数だったんですけれども、2020年は412万人ということで、これまたですね、8分の1ぐらいになってしまったってことですかね。大幅に本当に蒸発をしてしまっているということが分かります。この年別の訪日外国客数をずっとですね、見ていくと、本当に近年急増していることがよく分かりますね。そして、どんと大きく下がっていると
いうようなデータになっております。月別のデータで見ると、水際戦略がですね、1月、2月に取られることで、ここで急減をして、それ以降はずっと厳しい、観光を目的とした土日は認めないというのが原則で推移していますので、このようにゼロベースになっています。日本政府観光局のですね、統計発表によるとですね、実は6月、7月、特に7月はですね、訪日外客数が増えております。これは主にオリンピック関連、ね、オリンピックの選手やそのですね、関連の人たちが日本に来られているということで、少し増えていることがわかるだろうかと思います。2019年のデータと比べると、やはりもう桁がね、一つどころか二つで違うですね、数字になっているということが、このことからもわかるかろうと思います。それではですね、次にですね、日本人の方ですけども、日本人の方も実は大きく減っています。日本人の、1人当たりの旅行回数というのはですね、宿泊旅行が2019年で 1.4 回だったものが 0.7 回になっていますし、1人当たりの日帰り旅行が 1.6 回だったものがやはり 0.7 回になるということで、宿泊も日帰りも大きく減っていると。半分ぐらいに国内旅行も消えてしまっているということが分かります。この延べ人数ということでですね、見た場合でも、やはり半分ぐらいにともにですね、日本人の国内宿泊旅行の延べ人数も、国内日帰り旅行の延べ人数も、それぞれ半分ぐらいにですね、2分の1に減少しているということが分かります。消費額についてもですね、これまで日本人の国内旅行客の消費額21.9兆円というのが2019年のデータでしたけれども、それが10兆円ということで、やっぱりこれも本当にマーケットの大きさが半分になってしまっているという状況で、国内旅行も大きく減っていることが分かります。外国人と日本人の延べ宿泊者数というのもですね、半分に近く減少していることが分かります。宿泊施設タイプの客室稼働率ですと、やっぱり外国人観光客のですね、泊まる割合が高いシティホテルのですね、やはり稼働率の減少が特に著しいですが、しかし基本的にはどのタイプのですね、宿泊施設もまた大幅にですね、客室稼働率が下がっているということが分かります。どんなのが影響しているかということの議論でいうと、やはりシティホテルは外国人観光客のですね、マイナスが大きいことがこのことからも分かります。次はマイスですけれども、これはICCAっていうですね、国際会議協会のレポートに基づきますとですね、世界中で国際会議がですね、大きな影響を受けていて、その多くがオンラインへの切り替え、あるいは延期、あるいは中止ということでですね、国際会議が展開されていることが分かります。日本でもですね、全体309件のうち、影響なしということで開催されたのはわずか30件、10% に過ぎません。延期が 41%、オンラインが 31%。私がですね、誘致する、実は国際カンファレンスもあったんですけれども、それは昨年の2020年の9月に
ね、開催する予定だったんですけども、それを2021年の2月に延期して、2021年の9月に延期して、さらに今度2022年の来年の9月に再延期すると、もう延期ばっかりですね。何度も京都大学の時計台を予約させていただいてるんですが、そのためにキャンセルしてまた予約というのを繰り返しているということで、せっかくやるならリアル開催で集まりたいよねという議論で、非常に本当に延期を余儀なくされているという状況です。で、これもですね、やっぱり世界的な感染拡大もあってですね、昨年の当初はそうでもなかったんですけれども、後半にわたってですね、特にオンラインでの、最初はね、延期とか中止とかでも、対応が間に合わないということでしたけども、最近はこのオンラインとかハイブリッドとかいうことで、なんとかやり方を工夫して、国際会議を開催をしてつないでいこうというような対応がですね、広がっていることがこの月ごとの変化によってわかるだろうかと思います。こんなふうに海外の観光客はほぼ蒸発をしましたし、国内観光についても半分ぐらいになっているっていうですね。マイスについてもほぼ蒸発して、大半が延期、そしてオンラインというですね、情報になっているということがわかるだろうかと思います。続けて今度、企業への影響をざっと見ていきたいと思いますけども、企業の方は、まずこれは帝国データバンクの企業財務データベースですけれども、これを見ますと、やはり飲食店、宿泊業というところが前年比と比べてマイナスであるが多くてっていうことになりますね。業種によって本当に影響にですね、非常に違いがあることが、このことからも分かりますね。さらに今度は中小企業白書を見てみましょう。中小企業白書でも、新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響ということについて、東京商工リサーチの2021年3月の資料ですと、やはり影響が継続しているが7割ということでですね、影響が出ているとなっています。DI っていうのは、企業がですね、今後の景気動向について、好転してるとか悪化してるとか横ばいだとかって答えて、それを差し引き計算して、マイナスであれば悪化してる、プラスであればいい方向に向かっているという形で、景気動向をですね、評価する、そういう指数で、大まかに景気動向を見る上ではとても役に立つ指数でございますけれども、これもやはり2020年の、ね、緊急事態宣言の時にですね、急速に、マイナスにドンとなっているということがわかるかろうかと思います。おおむね中小企業にとってはマイナスが傾向がある状況で景気はあまり改善されてないかったわけですけども、大きく下がっていることがわかります。業種別に見ると、やはりサービス業、製造業のですね、マイナスが大きいことがわかります。さらに細かく業種を見ると、やはり宿泊業、飲食業の景気の指数が大きくマイナスになっている。宿泊業に至ってはマイナス100ですからね。もう全員が悪化している。大きく悪化していると、答えているというデータじゃないとこんな数字は出てこない。本当に見たこともないような極端な景気判断というふうに言うことが言えます。財務省の法人企業統計、これはのデータに基づいて、中小企業の売上高の前年同月比というのを見てみてもですね、右から2つ目の宿泊業、飲食サービス業というのは、2020年ずっとですね、マイナスが続いているということがわかるだろうかと思います。次に倒産の方の数字を見てみますとですね、倒産件数についても、2020年以降ですね、前年同月比で増えているという状況になっております。
ただまあ全体で見てみると、実は倒産件数というのはですね、トータルで見てみると、実は減少をですね、していて、このあたりはさまざまなですね、国や自治体や銀行、金融機関等のですね、緊急融資や休業のですね、保証とか、いろんな手立てもあってですね、2020年に限って言えばですね、こういう厳しい状況ですけれども、倒産件数というのは抑えられているという方も言えるだろうかと思います。でこれは、企業規模別に見た場合であればですね、引き続き小規模企業の、倒産は一定横ばいですけれども、中規模企業についても横ばいですが、非常に少ない状況であることが分かるだろうかと思います。業種別に見ると、やはり、倒産件数はサービス業のみですね、倒産件数が前年比でプラスというような推移になっています。特に宿泊業ということで、サービス業の中でも宿泊業に至っては倒産件数が前年比57%ということで、1.5 倍のですね、倒産件数に急増しているということで、やっぱり宿泊業を直撃をしていることが、特に中小企業のですけどもね、特に小規模企業の宿泊業ということになりますと、大きなホテルというよりも、簡易宿所とか民泊だとかの方を想定した方がいいのかもしれませんけれども、そういうタイプの宿泊施設に大きな影響が与えていることが分かるだろうかと思います。都道府県別に見ても、京都府は増加をしている倒産件数ですね、状況というふうになっています。雇用の影響の方を見てみますと、雇用についてはですね、このように雇用者数、2020年にやっぱりコロナで大きくマイナスになっていますが、2021年の実は456にかけてはプラスに転じているっていう状況があります。ただ、この後、緊急事態宣言第4波、そして今の第5波ということになってますので、直近の動向をちょっと厳しく見る必要があります。回復が進んでいるかどうかというのは予断が許さない状況ですね。で、これは年齢別の議論ですが、これはちょっと飛ばすとですね、宿泊業で見ると、やはりずっとですね、マイナスの雇用者数が前年同月比、減っていると、直近では減る人数そのものはですね、増減そのものは縮小傾向にはありますけれども、大きく40万人とかというオーダーでですね、前年同月比で雇用者数が減っていることが分かります。休業者については昨年の最初の緊急事態宣言の時に、休業者数がどんと増えて以降はですね、なだらかになってますので、その後は雇用調整がやっぱり進んでしまったというふうに見るべきなんだと思います。男女別で見ても同様です。で、業種別で見ると、やはり宿泊業、飲食サービス業が非常に多く、昨年の最初の緊急事態宣言の時期の休業者が増えてますが、その後は休業者増えてないことからも分かるように、でもビジネスが回復したわけではありませんので、この後は雇用を減らすなどしてですね、実はもう対応が進んでいるということが分かるだろうかと思います。ということで、雇用者数の全体の前年同月差で見るとですね、やっぱり非正規の職員、従業員の女性がですね、主に、これ男性も減っていますけども、非正規に大きな影響を与えている。非正規の中でもですね、女性の雇用減が進んでいるということが全体の傾向としてですね、特徴と見るべきで、特に宿泊業というのは、もともと女性の非正規の職員、従業員が多い産業の一つでもありましたので、このようにですね、大きく、人数的に言っても30万人近いですね、雇用者数の前年差があるというような現象をしているということが分かります。以上ですね、さらに観光に合わせて見ていきたいと思いますけれども、
観光白書によると、宿泊業の売上高の推移というのがですね、規模別にも見ていますが、このようにやはり半分ぐらい以下にですね、小さくなっている。宿泊の予約状況というのもですね、特に2021年の6月のこの数字なんかだと、緊急事態宣言が急遽また再発令したというようなですね、状況の下でですね、70% 以上と答える人が83%ということでですね、大きく宿泊予約がせっかく戻ったなと思ってまたキャンセルになるっていうですね、状況の現象が起こっていることが分かります。先ほども説明しましたけれども、雇用者数も正規雇用で8%、2万人程度でしょうかね。非正規雇用でですね、15% 程度、減っているという宿泊業の減り方のデータが出ています。その中でも、やっぱり非正規の女性、そして非正規の男性のですね、正規の女性も結構少なからずというふうに思いますけれども、雇用者数がマイナスで推移していることが分かります。以上のように見たように、観光事業者の倒産も小規模企業を中心に広がりつつあること、そして何といっても心配なのは雇用ですよね。宿泊あるいは観光の分野で働く人たちというのを職を失っている。これ今後観光が戻ってくるときにですね、やっぱり観光従事者が戻ってこないと、観光業というのも基本人がですね、人をおもてなしするようなですね、労働集約型の傾向の強い産業の一つですので、担い手が減ってしまうということは、もう受け入れのキャパに問題が生じるということになりますので、この雇用の問題というのが非常に、先行きを考えたときに大きな制約になるんじゃないかと、ちょっと心配になる点ではあります。それでは続けて、京都市の観光の統計のご紹介をしたいと思います。で、今年はです、昨年の調査、今年発表されたんですけれども、通常はですね、京都駅前などなどの何か所かで面接聞き取りをするんですね。これですいませんって言って、そこではがき渡したり、そこで調査票を聞いたりという形で、さまざまな京都に訪れた観光客のですね、調査を行っていると、年に4回ほど行っていたわけですけれども、それは昨年、新型コロナウイルスの感染症の拡大で、こんな面接聞き取りをするなんていうことはですね、感染拡大を広げかねない、あまり望ましくない統計方法だということもあってですね、実は令和2年の観光客数とか観光消費額等のですね、推計はないという形なので、そこら辺の実数はわからないという形になっております。で、宿泊のデータについては、531万人というですね、令和2年の実人数に対して、令和元年は1316万人でしたから、増減でいうと 59.7%、宿泊日数を入れた延べ人数だと 63% の減少ということで、宿泊客が大きく減っていることが分かります。外国人客については、日本全体の動向と同じように9割、88% 減っています。修学旅行もですね、途中なんとか秋の時期にですね、一部安全な京都の修学旅行などなどというですね、工夫やアピールもして、一部回復したこともなかったわけではありませんけれども、やっぱ大きく、キャンセルが広がってですね、延べ人数にして80%、修学旅行生も減少しているということでですね、非常に厳しい状況になっております。月ごとの状況で見ますと、秋口にですね、秋にややですね、感染が抑えられたこともあって、観光が復活した、そのことを推奨するために GoTo トラベルなど、自治体が推奨する観光とかをですね、推奨するような取り組みなどなどもあってですね、10月とか、ね、
11月だとかに若干回復をしますが、この後第3波が来てしまって、GoTo トラベルは適切だったのかという論争が、議論がですね、起こりましたけれども、やはり宿泊数は停滞をするというような月別の推移にもなっております。観光振興計画の方でも見てみますと、やっぱり最初の本当に感染は今の第5波を見ると非常に少ないことが分かります。それでもですね、緊急事態宣言が行われましたので、京都のですね、主要のホテル、あるいは百貨店、ね、これらがですね、大きくマイナスになる。外国人の延べ宿泊についてはもう事実上マイナス100%と、いうような状況になっております。最初の4月5月に日本人の延べ宿泊客も9割減という形でもうほとんどなくなってしまうというふうになりました。で、これは新しい京都市の観光振興計画にまとめたものですけれども、この間、どのようにですね、対応していくのか、緊急の経営相談とかですね、支援の補助金の募集だとか、ね、で感染予防のための対策のですね、徹底だとか、また5月27のところにありますが、京都市における今後の対応というロードマップを発表するとかですね、そういった取り組み、そして後半になりますと、このように9月、10月、11月という動向の時にはですね、GoTo トラベル等も行われて、国内観光客についてはですね、プラスに転じるような展開をですね、しております。でもその後、第3波ということで、大きくまた冷え込むことになります。GoTo トラベルの議論とかがここでは紹介をされていますね。そしてまた、マイスの方でも、ウィズコロナ社会におけるマイス京都モデルっていうことで、ハイブリッド開催やオンライン開催などなども含めた、また感染予防対策をどう取るのかという安全なですね、マイスコンベンションの開催等についての方向性みたいなことも検討がされていると。そしてまたステイホームとかですね、この京都の街の魅力というものを伝えるビデオ動画を、PR 動画を配信するなどなどのようなこともですね、進めてきているという状況にあります。経営管理大学院の松田先生のところでですね、首都圏の旅行者、在日のですね、外国人と日本人の両方に対する調査をしています。総合的な調査でいろんなことを調べているんですけれども、この調査、昨年の12月、あるいは今年の1月にですね、実施をしております。この調査で、京都観光をどう思っているかということをですね、見ていこうということなんですけれども、まず感染症対策を重視するしないということで言うと、やっぱり重視をするという割合がですね、この多い。感染者との接触確認アプリは結局あまりうまく機能してませんが、これに対する評価は必ずしも高くありませんが、マスクの着用やアルコール等については広く浸透していることが分かります。在日外国人についてはもっと徹底して、こういったことについてのですね、重要度が高いことが分かります。さらに、宿泊施設の感染症対策ということで言いますとですね、この従業員のマスク着用はもう絶対だとかですね、身体的距離の確保とかですね、感染対策についての情報を提供するとかですね、さまざまですね、重視をする意見がやっぱり多くなっていることが分かります。これについてもやはり在日外国人、ね、東京で働いている在日外国人の多くの方々が、やっぱり、これについてもですね、高い要求といいますか、重要度を持っていることが分かります。
さらに飲食施設も同様で、飲食施設についても同じように施設に求める重要度は高いことが分かりますし、また在日外国人は先ほど見たように日本人以上に高くですね、重要度をしている。そういう意味では本当に外国人観光客の方がですね、これは東京で働いているという前提付きですけれども、やはりこの感染症予防の対策をちゃんとやっているかどうかをよく評価しているグループが、セグメントが存在するということには注目をしておく必要があるんだろうと思います。同じくこれは交通機関の数字になります。これも同様ですね。在日外国人の方が高い評価になっている。で、最後に、追加でどれぐらいですね、感染症対策にお金を払ってもいいか。実際にこの金額高くても大丈夫かどうかっていうのはもちろんアンケートですのではっきりはしないんですけれども、やはり500円とか1500円とかぐらいはですね、払ってもいいというふうにですね、思う層がいるということがですね、わかります。京都企業への影響、最後見ていきたいと思います。これは京都商工会議所が直近でまとめたものでございます。コロナの影響ですけれども、2年前と比べたら京都の企業全体でですね、これは京都の代表する企業、中小企業を含めてサンプルにして行われている調査でございますけれども、コロナ前、2年前と比べて売上が減少したと答える企業は 65.1%、うち 50% 以上の売上減少と回答した企業が 26.9%。コロナ直後、1年前と比べると、もちろん1年前も下がってますからね、それよりはちょっと少ない数字にはなります。逆に言えば増えてるところもあるみたいなところも合わせて見る必要がありますね。京都企業でも業種によって、企業によって影響はいろいろです。これは景気動向指数ですよね。で見た場合でもですね、やはりこの料理、飲食、旅館、ホテルはですね、大きくマイナス、ね、やや下降とか非常に下降というのが国内景気や自社の業況についてですね、高いことが分かります。当面の経営問題としても、1位に受注売上、売上のマイナスということが高く挙げられております。さらにですね、コロナの影響はどうですかという議論ですけれども、やはり大幅に減少、これ 80% 減少したと答えるですね、旅館やホテルが 88% 占めてる。ね、で、コロナの長期化によって現在懸念することは何ですかということについてもですね、やはり今後の資金繰りだとかが心配だとかですね、人件費の負担が大変だとかですね、営業活動の自粛とビジネスチャンスが長期にわたって喪失するのが困るとかですね、海外からのですね、やっぱり需要が取り込めないのが困るとか、店舗、施設ですね、のこの賃借料がですね、負担が心配だなどといったようなことが上位に上がっている。で、給与に関してもですね、現状維持が 29.4% ではあります、旅館、ホテルでも。しかし、一時金賞与などを減らすと答えているところがですね、35.3%。今後、減らす可能性もあり得ると答えているのが 23.5% ということでですね、コロナが賃金についてもマイナスで影響しているということがわかるだろうかと思います。予定よりもちょっと伸びてしまっておりますけれども、こういうふうに非常に観光客が消えることによって観光事業者の経営、そして観光で働く人たちの雇用が脅かされているということが明らかであろうかと思います。そういう意味で直近では資金繰り、人員削減、廃業倒産、そして生き残りをかけて宿泊からそれ以外のビジネスにも転換をしていくと、事業転換ですね。そんなことがすでに始まっております。で、これに対して観光で何とかやっていこうというところは、感染予防対策を取るということ。で、これは星野リゾートの星野氏がですね、昨年何度かですね、講演等でもアピールしておりましたけれども、いわゆるマイクロツーリズム。
宿泊旅行における県内近隣地域のですね、観光というものを広げていく、ねいうことをですね、重視するということ。実際に、単に外から来る観光客が減っただけで、近隣観光客数を本当に伸ばすことに成功しているかって、マクロで見ると、そこまでの大きな変化があるようではありませんけれども、全体の旅行の割合の中で、国内旅行でも、この近隣地域内観光のデータが増えているということは、観光白書の中でも書かれています。また、アウトドア、キャンプ等ですね、例えばスノーピークのようなこういうキャンプのライフスタイルみたいなグランピングをですね、提供するような企業というのは業績がとても良い状況で、このアウトドア関連のこの旅行のタイプが旅行の中でも、結局非接触型ということですけど、伸びているということがあります。観光の DX の展開や準備もどんどん進もうとします。これは本当に未来の観光を支えることでしょう。オンラインツアーもさまざまな観光地が広げています。出先のところで歩きながらライブでどこどこ行きましょうかとか言ってやるやり方などなどいろいろあるわけですが、そうやってなかなか来れないね、ですね、方々に観光体験をしてもらうということにもなりますし、ぜひ今度コロナが明けたら、ぜひ今度は現地に行きたいよねということで、未来の観光客を広げるような、そんな取り組みとしてもですね、オンラインツアー自身がビジネスとしてなかなか成立するようなものかどうかというのはありますけれども、そんな取り組みもされています。そしてまた、雇用の維持、特にこの時期に DX 含めてですね、観光事業者のその従業員に対する教育訓練、その機会にするって、これは結構余裕がないとできないことではありますけれども、やはり未来に向けての準備ということで取り組むようなこともされています。で、ここまでは観光事業者、観光経営に対する影響を中心に見てまいりましたけども、もう一つやはり大きな影響として見ないといけないのは、京都の伝統行事、祇園祭などなどといったようなことがですね、開催できない、開催することで後継者が育成されて、その技術、その精神というものがですね、未来に継承されていくというようなですね、事柄がございます。そういう意味で、京都のさまざまなこういった行事、また寺社仏閣やミュージアムもですね、これ寺社仏閣に対して観光客っていう言葉を当てはめるのはあまりいいことではないですけれども、その方々が来られることでですね、京都の寺社仏閣やミュージアムの経営、ね、そこでの文化財とかもですね、あるいは庭園とかも保全保護されるということを考えると、やっぱりコロナの長期化はそういったことにも影響を与えます。そしてまた京都の町衆、京都の市民がさまざまな形で、観光その他を支えています。こういう町内会とか市民団体の活動についてもですね、このリアルな接触の機会がですね、難しいというような判断の中からですね、活動が停滞をするというようなことがですね、課題になっているということで、この観光地、ね、市民社会ということもですね、影響を受けて、これが未来のやはり京都観光を考える際のですね、大きな課題になるのだろうと思っています。で、最後に、京都市観光協会が7月7日にロードマップを改定していますので、それを少しご紹介したいと思います。京都市観光協会はですね、昨年の7月にもロードマップを発してですね、ここにあるようにフェーズ1からフェーズ4までという段階で進むだろうと思っていたんですけれども、実際には感染者数が波を持っているので、フェーズ1からフェーズ2に行ったなと思ったら、またフェーズですね、1に逆戻りということを繰り返して、現状ですね、まだフェーズ1だというようなことで、なかなかフェーズ1、ね、あるいはそれ以下という状況を出せないという状況にございます。で、そういう中で4つの D、ディスタンス、デジタル、ディマンド、デリバリーという4つのですね、マネジメントを引き続き
進めるという方向性で活動の方針を具体化しようとしています。で、ここにあるのが国内の、観光のですね、ロードマップですけれども、まだまだこのフェーズの1の1、ね、なかなか1の2にいつ行けるか。でも、いつでも1の2に行ける準備というものをですね、進めていくというようなことが必要なんだろうと思います。そして、同じく外国人観光客にはさらにその先になりますね。ビジネスの規制緩和から徐々にということですから、やっぱり今の見通しですと、このフェーズ2の4なんていうのは、やはり2022年でも厳しくて、2023年に向けてというような見通しになるのだろうかと思いますけれども、こういうようなですね、見通しをですね、持つことが必要かなというふうにも思っております。ということで、11時40分までのつもりでございましたけれども、やっぱり統計資料を見ていくというだけでも、ちょっとだいぶ時間がですね、超過をして思いましたけれども、ここまでの流れということでですね、今日の最初の講義は終わりたいと思います。この後は質疑ですね、皆さんのチャットを見ながらの議論入りたいと思います。時間的にも皆さんがよろしければ10分ぐらいですね、ちょっと伸ばさせていただいて、12時10分ぐらいまでということでさせてください。よろしくお願いいたします。それでは質疑応答の方にですね、参りたいと思います。まず、京都市の財政破綻びっくりしていますという議論がございました。はい、まさしくこれはですね、京都市がこれからさまざまな観光だけではありません、コロナでいろんなところに影響を与えてますから、そこからのですね、復旧・復帰、そして未来の京都づくりのためにお金はいるわけですね。ですけれども、残念ながらですね、財政の厳しい状況にありますから、これからは絞って優先順位をつける、あるいはより効果の高いものにするということでですね、残念ながらどんどんですね、使っていくというようなことはですね、難しいだろうというふうに思っています。宿泊税というようなものをですね、これも賛否両論ありましたけども、導入をしてですね、観光からの収入増をですね、京都市の全体の事業経営に生かすというようなこともですね、されていますので、今後もそのバランスを取りながら進めるということにはなるんだろうと思います。続けて2つ目見たいと思います。政府の助成金について十分か十分じゃないか、十分かどうかっていうのをですね、ご判断いただくのは、それぞれの事業者の皆さんにとってですね、なんとか当面の経営危機を乗り切れるか乗り切れないかという上でのご判断もあるでしょうし、経済学、マクロ的な統計で見てですね、実際の企業のですね、経営状況、数字がですね、どう動くかというところでも評価すべきですので、この助成金が十分か十分じゃないかっていう評価は容易ではないんですけれども、でも直近のこの雇用調整、休業保障、その他のことによってですね、初期の段階では大きくですね、やっぱり雇用を支えることにはなったんだろうというふうに思いますし、倒産件数も2020年は増加はしてないんですね。2021年にコロナの影響は長期化してますので、引き続き注意深く観察する必要はありますけれども、一定程度、政府や自治体、金融機関の支援というのは功を奏してですね、倒産の急速な増大ということは避けられている。
ただ、やはり宿泊業に対してはですね、その中でもやっぱり影響は大きい分野なんだろうと思っております。続いて、業界の企業と連携して一時的に雇用者をそちらの企業で就業してもらいっていう、このパターンですね。このパターンは一部広がっています。これは事業者間のつながり等が必要ですので、どうやらと大手のですね、事業者、大企業がですね、他の大企業その他とですね、こう連携をして、もう完全に移籍してしまうっていうケースもありますね。非常にローカルなケースで言いますと、大学生協っていうのは大学生が大学に来なくなりましたから、大きく経営業績悪化したんですけど、逆に地域生協は無店舗、配達のですね、販売や、あるいはスーパーの業績が上がりましたので、それで大学生協からですね、地域生協に従業員、職員が移籍するみたいなことが実は行われました。これはこの後のですね、それぞれの企業間、あるいは業界団体等のですね、提携なしには進みませんけれども、そういった移動というのは一部行われています。ただ多くの場合は、やっぱ本人がそれで納得するかどうかもありますのでね、マッチングの問題もあります。また戻ってくるときに戻ってきたいと思うのか、戻ってきたいような職場に観光事業、観光経営がなっているのかということで、やっぱりこれからもっと働きたい、観光分野で働くことは楽しい、もっと働きたい、働くことに展望が持てるっていう状況を作り出さないと、この雇用、人の問題というのは引き続き難しいんだろうなと。やっぱり人件費の増大が問題だから、いかに人件費をカットして収益を上げるかみたいな発想のですね、観光経営っていうのがまだまだ多くありますから、それだと難しいかなと思っています。続けて、オンライン会議が増えてくると、コロナ後もマイスの需要が低下するんではないでしょうかという議論がありました。これはですね、本当にその通りだと思います。そういう意味で言うと、外国人の観光客っていう中にはですね、実はビジネストリップも含まれています。それ区別はしてません。でも、これからはですね、ビジネストリップについては、ね、もちろん1年に1回とか重要な時には人と人が会わないとはなるでしょうけど、年10回出張したうちの8回はもうオンラインで、2回だけに実際の海外出張を減らすとかというふうに、ビジネス出張については大幅にやっぱりオンラインへの移行というのが進むでしょう。マイスについても、このコンベンションについてもですね、やっぱりオンラインとその実参加の併用、いわゆるハイブリッドのような開催などもあるでしょう。ただ、私たち研究者、学者から見てもですね、学会っていうのはやっぱりオンラインでやると実はうまくいかないんですね。発表するだけだったらオンラインでもいいんですけども、やっぱ発表の前後にいろんな人から情報を得る、次の共同研究の話題をする、親交を深める。なんか一緒にやろうよっていうことでお互いのですね、納得感っていうんですか、絆を作るみたいな。やっぱり人と人との関係が全てのビジネス、研究でもそれが基本なんですね。そういうのってやっぱりリアルで会わないと続かないので、やっぱり1年に一遍とか、定期的に人と人とが会うことが重要なので、今後もマイス、実際のリアルの開催という需要はですね、一定程度確実に伸びていくものなのだろうと思っています。続きまして、コロナ禍以前とコロナ禍では、観光関連の科目を履修する学生にどのような変化があるのかということですけど、これはですね、直接的には大きな変化があるようには思っておりませんけども、もしかすると学部の学生を対象とする観光関連科目の場合では、観光はちょっと就職が難しいからあんまり勉強しないでおこうなどということはあるかもしれません。観光経営、ビジネススクールでは、その先の観光需要というのは、引き続き観光というのは成長産業だという見通しは明らかだと思いますので、社会人学生を中心に観光関連科目の受講数が減るというような動きがあるようには思ってはいません。続けて、
コロナ禍、災害などの外的によって観光業は影響を受けやすいですと。で、観光以外の産業に徐々にシフトしていくという動きはないのでしょうかということですが、これは地域としても、また一事業者としてもあり得ると思います。例えば、星野リゾートの星野社長のですね、お話でなるほどなと思ったのは、やはり宿泊施設を運営するにあたって、マイクロツーリズム、つまり近隣の国内日本人観光客、東京とかからの、ね、遠方からの国内観光客、そしてインバウンド観光客、訪日外国人観光客、これをね、3分の1、3分の1、3分の1というふうにバランスを取ることでリスク分散、訪日観光客が消えても、国内観光客でなんとか経営を一定程度維持できるみたいな議論があるんですね。同じように観光事業者にとっても、また地域にとっても、観光だけに依存するというのは、やはり今回のこともあるように、東日本大震災の時もそうでした、リーマンの時もそうでした、SARS の時もそうでした、コロナもそうでした。おっしゃる通り、本当に観光というのは平和産業という言葉があります。これは平和に貢献する、つまり人と人との、国境を越えたですね、つながり、交流というのが平和、つまり戦争等を抑止していく、戦争や対立というのを抑止、減少させていくプラスになるんじゃないかっていう意味で平和に貢献する産業だと思ってますが、同時に平和じゃないと観光客は遊びに来てくれないという意味においてもですね、観光はいかに平和に依存しているかっていうのは明らかです。だからそういう面で貢献すると同時に、観光地としても事業者としても観光以外のね、例えば物品、一部のホテルとかも物品の商品を開発してネット販売とかしたりしてましたよね。そういう形での副収入、事業の多角化というのは求められるんだろうと思います。それでは次いきます。観光圏にいる在日外国人が日本よりも感染に対する対策意識が高いというのは何が背景か。これはね、おそらく実際のこれからいろんな統計、一部そういう調査もあるので、もう少し詳細見ていきたいと思いますけれども、外国人の観光客、ね、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、その他ですね、さまざまに調査をしたときに、日本人よりも感染予防への意識、重要度が高いなどという結果が出るかというと、おそらくそういうことでもないだろうと私は予測してますが、今回のこの首都圏での在日外国人ということで言いますと、首都圏で在日外国人で働いている人の多くといっても平均的に見ればいろんな業種、いろんな規模の企業、いろんな職種、いろんな階層で働いてるんでしょうけども、相対的にはやっぱりグローバル企業、多国籍企業の、ね、日本法人その他でですね、重要な幹部職員として働いている。つまり、高学歴、高所得、ね、というですね、そういう幹部社員の割合が当然、東京で働いている在日外国人っていうのは多いんですね。そのあたりだと、地方の在日外国人のそれとは大きく異なるプロフィールなんですね。このプロフィールからすると、やはり自分の健康や安全を守るということについて、それだけの高所得を得てますし、また高学歴でコロナの恐ろしさについても科学的なデータの理解等も進んでいるでしょう。そのことが多分大きいのかなというふうに思っております。私自身、このチャット拝見させていただいてて、たくさんの書き込みもありますし、スイスでのマイクロツーリズムのことなどです。ちょっと私もっと勉強しなきゃっていうですね。観光研究学会等でも海外調査をしたりするレポートなんかも発表されているので、いろいろウォッチはしておりますし、自分自身もいくつかの調査をですね、したりもしているわけですけれども、本当にこのチャットに多くの書き込みがありまして、学ばせていただきました。本当にこれからのですね、観光というものをどう考えるのか、まさに立ち止まって考える私はいい機会を得たとも思っているんです。本当に観光の経営に直接関わっている皆さんは生き残るために大変なので、こんなことを申し上げたら申し訳ないと。
思ってもいますけれども、やっぱりインバウンド観光客があまりにも急増したので、日本国内の京都をはじめ受け入れ体制が整っていなかったんですね。でもこのままぐじゃぐじゃのまま行くのかという危機感を持っている、もちろん一生懸命対応策を強めてはおりましたけど、そこでここまでね、厳しくいのはちょっとやりすぎだと思ってますから、もうちょっとソフトランディングのが良かったんですけれども、まさに今、観光の政策、観光産業、観光の在り方というのは立ち止まって考えるというですね、良い機会を得ているように思います。この3回のこのシリーズでですね、皆さんと一緒に引き続き考えていきたいと思いますので、私チャットの方拝見させていただいて勉強になりました。また9月にあと第2回、第3回がございますので、引き続きご都合を許すようでございましたら、ご参加いただけたらと思います。今日はどうも、ご参加、書き込み、ご視聴どうもありがとうございました。以上で終わりたいと思います。